今日は肩や脇を縫い合わせないプルオーバーを作っていきます。とても可愛い模様編みで作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。細いもので、色はホワイト。40g で96メートル。使用界隈の目安は6号。これを今回8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず四角を作ります。これが後ろ身ごろになります。鎖を編んで、その後に模様編み。この最初の鎖の数について、私は今回鎖68。68編んで、だいたい長さは50センチ。これがだいたい女性ものの M か L ぐらい。サイズの変更や、あと違う糸で編む場合は、3の倍数プラス2で調節します。鎖編みをします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。これがきついと歪んでしまうので、少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。かぎ針から1、2、細編み、次もこのまま端まで細編みを続けます。端まで来ました。鎖3つ、1、2、3、裏返します。鎖の隣に未完成の長編み。未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて、隣、この2本から引き抜きます。もう一度、今度は足元1つ飛ばして2つ目、未完成の長編み。2本から引き抜きます。これを一度に引き抜いて、三角ができました。鎖3つと三角。次は鎖2つ。また三角を作ります。未完成の長編み。1、2、一度に引き抜きます。三角ができました。また鎖1、2、三角、一度に引き抜きます。鎖2つ、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。最後は鎖1つ、最後の細編み、ここに中長編み、2本の糸の下、中長編みをします。この3本を一度に引き抜きます。これで中長編みが1つ、鎖2つ、1、2、裏返します。今度はこの三角に V を作っていきます。まず三角に長編み、この真ん中に針を入れて長編み、鎖1つ、また三角に長編みで
これで V ができました。三角に V、 これを続けます。次も三角に V、 鎖、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。最後は鎖の1、2、ここに中長編み、鎖の上が2本、下は1本、ここに中長編み、これを一度に引き抜いて中長編みができました。次は鎖3つ、1、2、3、裏返します。V に長編み3つ、この真ん中1、2、3、これで長編み3つ。次も同じ V に長編み3つ、次も3つ、次も3つ、このまま端まで続けていきます。端まで来ました。最後は鎖の1、2、2つ目に長編み、2本から引き抜いて、もう一度引き抜いて長編み、次は鎖1つ、裏返します。根元に細編み、隣に細編み、次も全部一つに一つの細編みをします。このまま端まで細編みを続けます。端まで編んだら、次はここと同じこの4段を繰り返していきます。このまましばらく繰り返します。14センチ編んできました。模様の数は1、2、3、最後は細編みになっています。次から少しだけ模様を変えます。次は鎖3つ、1、2、3、裏返します。足元1つ飛ばして2つ目に V、 1、2、長編み、鎖、長編み、 V ができました。足元2つ飛ばして3つ目に V、次も次も1、2、3、ここに V、 これを繰り返して端まで編んでいきます。 V で端まで来ました。足元1つ飛ばして2つ目、長編み、次は鎖3つ、1、2、3、裏返します。
この V の中に長編み3つ、さっきと同じです。これで V に長編み3つ、次も同じ、ここに3つ、この部分と同じです。長編み3つ編んで端まで来ました。端では鎖の1、2、3、ここに長編み、次はこの V と長編み3つを繰り返していきます。鎖1、2、3、裏返して V を作っていきます。1、2、鎖で足元1、2、3、このまま端まで編んでいきます。端まで編んだら次はこの長編み3つ、これを繰り返していきます。新しい模様編みを4段編みました。長さはスタートしたところから測って19センチ。糸は切らずに休めています。ここで一旦後ろ身ごろを休んで、次は前身ごろを編んでいきます。前身ごろを編むときには上下を逆にします。表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表、そうすると途中の細編みも表になっています。この長編み3つも表になっています。表を上にします。で、この向きに編んできました。マーカーをつけます。今回少し広めの襟ぐりにします。お好みでこの幅を変えても大丈夫です。マーカーをつけている位置はこの三角と三角の間、この中央寄りの三角のこの部分、ここにマーカーをつけました。こっちも三角と三角の間のこの中央寄りの三角のところ、ここにマーカーをつけました。襟ぐりの広さを調節するときもこの位置にマーカーをつけます。こことかこことか、この位置にマーカーをつけます。で、私はこの長さちょっと広めで、マーカーとマーカーの間がだいたい30センチ、脇は9センチぐらい、こっちも同じで、この位置にマーカーをつけて鎖を編んでいきます。鎖を編んでこっち側が前身ごろになります。で、鎖の長さが襟ぐりの広さになります。新しい糸を持ってきます。マーカーをつけていたところ、ここから鎖を編んでいきます。1、2、3、4、5と編んでいきます。鎖の数は私は55。このマーカーをつけていたこの間の細編みの数を数えます。私はこの細編みの数がマーカーの次から数えて40。40とあと3の倍数をプラスします。少し長めに作って、それが前の襟ぐりになります。少し長くすると綺麗になります。で、このまま必要な鎖の数になるまで編んでいきます。私は鎖を55編んでいきます。
必要な数の鎖を編んできました。長さはだいたい38センチ。次はマーカーのところにつなぎます。鎖がねじれていないか確かめます。で、最後の鎖にマーカーをつけます。後で細編みを編んだ時にちょっと見分けにくくなるのでつけておくと便利です。マーカーのところに引き抜き編みでつなぎます。手前から向こう糸を出して引き抜いて鎖一つ糸を切ります。これでつながりました。次は端から細編みをしていきます。ここから表が上の状態です。端の細編み、細編みをしていきます。鎖一つ、根元に細編み、次も一つの細編みに一つずつ細編みをしていきます。このまま鎖の付け根まで編んでいきます。鎖の手前まで来ました。鎖の出ているところ、ここにも細編みをします。次から鎖裏返して、この糸が盛り上がっているところ、まずここ、次はここ、このまま細編みを続けます。で、ここまで編んでいきます。反対側まで来ました。マーカーがついているところが最後の鎖。細編み、次は鎖の出ているところ、ここにも細編みをします。で、端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は三角を作っていきます。こっちと同じように編んでいきます。まず鎖3つ、3、裏返して、で、隣に未完成の長編み、1、2、これで三角、こっちと同じ模様になっています。これでこの襟縫いの上にも三角を作って、ここで裏返して、今度は V、 これを続けて編んでいきます。こっちと同じになるようにこの模様を3つ、次に新しい模様を4段編みます。前身ごろも同じように編んできました。同じ長さになっています。次は角と角を鎖でつなぎます。こっちも同じ角と角、今表が上になっています。この向きに編んできました。今上になっているのは前身ごろ、こっちは後ろ、背中の方、前身ごろを上にして、こちら側から鎖を編んでいきます。残っている糸端を使います。鎖を4つ、
12341234123で、この編み地をたどって向こうの角、表から針を入れます。こっちではなくてこっちから引き抜いてつなげます。ここが袖ぐりになります。鎖一つを編むようにして糸を切ります。少し長めに切っておきます。もう一方も鎖4つ、1234で編み地をたどって表から鎖の123、ここに引き抜きます。これでつながりました。両方の袖ぐりができました。次はお腹の部分、ぐるぐると編んでいきます。で、ここからこの V を編んでいきます。同じ模様で編んでいきます。で、この V は裏から編んでいます。なのでこれを裏返します。今内側が手前になっています。この鎖の隣からスタートします。ここから糸を移動させます。この端の鎖引き抜いて一つ移動しました。こっちから数えると1234つ目、ここからスタートします。鎖4つ、1234、同じところに長編み、これで V ができました。次も V、 足元2つ飛ばして3つ目、123で2本の糸の下、これで V ができました。で、次から今までと同じこの3つの真ん中に V、同じ間隔になっています。次も同じ真ん中に V、 これで一周します。反対側まで来ました。こっち側から数えて1234、4つ目に V を作ります。長編み、鎖、同じところに長編み、これで V ができました。足元2つ飛ばして3つ目、 V を作ります。鎖、同じところに長編みで V が2つ、次から今までと同じ長編み3つの真ん中に V、 これでスタートしたところまで編んでいきます。 V で一周しました。最初の鎖の123引き抜いてつながりました。次はこの長編み3つ、 V の中から始めます。
このまま V の中、糸を出してかぶせます。これで V から糸が出ました。次は裏返します。今、外側が手前になっています。ここからこの長編み3つ。まず鎖3つ。1、2、3。で、V の中に長編み2つ。1、2。これで3つ。次も3つにします。次の V に長編み3つ。今までと同じです。次の V にも3つ。これで1周します。長編み3つ編んできました。最初の鎖の1、2、3引き抜きます。これでつながりました。隣に移動します。このまますぐ隣、糸を出してかぶせます。これで真ん中から糸が出ました。裏返します。内側から V を編んでいきます。鎖4つ、1、2、3、4。同じところに長編み。これで V ができました。次も同じ。このまま V を編んで1周します。1周したら今度は外側から同じように編んでいきます。これを繰り返して好きな長さになるまで編んでいきます。短くても長くても大丈夫です。次は袖を説明します。今お腹の部分を編んでいる途中なんですが、一旦休んで袖を説明します。袖はこの模様で編んでいきます。表が上になっています。ここが袖ぐり。ここは脇の下に当たるところ。V と V の間。こちらの鎖から始めます。新しい糸結びます。同じところ糸を出して鎖3つ。1、2、3。隣に未完成の長編み。2本から引き抜きます。で、次は長編み。ここに細編みを編む時を思い出して、この長編みに2つ、次も2つ。細編みのところは細編み1つに1つ。それを思い出して、で、足元1つ飛ばして2つ目。こんな感じで数えていきます。1、2。で、隣に未完成の長編み。次は足元1つ飛ばして2つ目。この長編みのこっち側に1つ。だいたいこんな感じで編んでいきます。だいたいで大丈夫です。1、2。次はこの長編みの下の方。これを繰り返して1周します。1周しました。最後はこことここに未完成の長編みで三角を作ります。これはだいたいで大丈夫です。これで三角ができました。最初の鎖、下から1、2、2つ目に引き抜きます。次は鎖2つ。裏返します。外側から編んでいきます。今、表が手前になっています。下の三角に V を作ります。
次も三角に V。これで一周します。V で一周しました。最初の鎖の下から1、2、2つ目に引き抜いて鎖3つ、1、2、3、裏返します。内側から長編み3つ、次も長編み3つ、これで一周します。一周しました。鎖の1、2、3、引き抜きます。鎖1つ、裏返します。最後は細編み、根元に細編み、次は長編みの上、全部一つに一つの細編みで一周します。細編みで一周しました。最後は針で始末します。少し長めに糸を残して切って、最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み。手前から向こう。これが最後の細編み。最後の細編みの上から裏に出して整えて、あとは裏でほどけないように糸端を隠します。これで袖が出来上がりました。もう一方も同じように袖を作ります。袖の大きさが同じになるように、最初のこの三角の数が同じになるようにします。数を数えて同じになるようにします。次は襟ぐりに細編みをしていきます。今、表が上になっています。スタートするのはこの肩の縫い合わせたところ、ここが縫い合わせた糸、この両端からスタートします。まずここからこの2本の糸の下、新しい糸、同じところ糸を出して鎖1つ、同じところに糸を出して、次は縫い合わせた糸のすぐ隣、ここに2本の糸があるので、ここから糸を出してこの3本から一度に引き抜きます。これが1つ目の細編み。次から1つずつ細編みをしていきます。2本の糸の下、細編み、次も2本の糸の下、全部一つに一つの細編みで一周します。この脇のところでも同じ、反対側の脇、ここでもこの縫い合わせた糸の両隣、まずここから糸を出して、次はここからで一度に引き抜きます。あとは一つに一つずつ、これで一周します。襟ぐりを一周しました。最後の細編みから糸を抜きます。これをとじ針で始末します。一つ目の細編み、この2本の糸の下、
手前から向こう、最後の細編み、上から裏に出します。で整えます。あとはほどけないように糸端を隠します。これで襟ぐりが終わります。最後にお腹の部分を続けて編んでいきます。好みの長さになるまで続けて編んでいきます。最後はこの長編み3つと細編みにします。お腹の部分を編んでいきました。最後は長編み3つと細編みで終わっています。長さを測ります。この脇の下から測って長さだいたい19センチ、これぐらいの長さにしました。これはだいぶ短いんですが、ワンピースに合わせる時にはこれぐらいで大丈夫だと思います。それ以外の時はお好きな長さに調節します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。袖はこんな感じ。で、脇の下に余裕分を作っているので、とても着心地が楽です。襟ぐりは広めで、前を少し長くしていて、襟ぐりがきれいに見えます。少し下がってこんな形になります。模様は途中で変えています。ちょっと変わった感じで可愛くなっています。裾はこんな感じ。全体的に幅を広くしていて、着るとスリムに見えると思います。とても可愛いプルオーバーになりました。後ろはこんな感じ。後ろから見てもとても可愛くなっています。着るときにはこんな感じで肩が下がるので、とても可愛い形になります。サイズを測ります。上から下まで38センチ、横幅56センチ、襟ぐりは69センチ、袖は5センチの22センチ、使った糸の重さは200グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。